ずんだもんなのだ。今日はみんなにとっておきの情報をお届けするのだ。今回ずんだもんが案内するのは、広大な自然と美味しいメープルシロップで有名な国、カナダなのだ。実は、カナダって世界で一番たくさんの湖がある国だって知ってたのだ。なんと、世界の湖の 60% 以上がカナダにあるって言われてるのだ。すごい数なのだ。今日はそんなカナダから、とっておきのニュースをなんと3つもピックアップしてきたのだ。中でも特に注目なのは、2つ目のニュースなのだ。抵抗行為はいかにして労働者の権利の勝利となったかっていう記事で、カナダの客室乗務員さんたちが政府の強力な命令にこごめせずストライキを続けた結果、労働者の権利を勝ち取ったとっても熱いお話なのだ。これは本当に見どころ満載なのだ。この動画が面白いって思ったら高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。それじゃあ早速カナダの最新情報一緒に見ていくのだ。皆さんこんにちは。今日は北米に位置する広大な国カナダについて紹介するのだ。カナダはアメリカの北に広がり、世界で2番目に大きな面積を持つ国なのだ。太平洋から大西洋、そして北極海まで広がる雄大な自然が特徴で、首都は東部のオタワにあるのだ。イギリスとフランスの植民地時代を経て、独自の道を歩んできた歴史があるのだ。現在は立憲君主制のもと、議会制民主主義を採用しているのだ。約4000万人と国土の広さに比べて人口は比較的少ないけれど、世界中から移民を受け入れる多文化社会で、多様性を尊重する文化が根付いているのだ。英語とフランス語が公用語なのだ。豊富な天然資源が主要産業で、石油やガス、鉱物などが有名であるのだ。メープルシロップやアイスホッケーもカナダを象徴するものなのだ。広大な国立公園や美しい湖は自然愛好家にとってたまらない魅力なのだ。最近では環境保護への取り組みやテクノロジー分野でのイノベーションにも力を入れているのだ。また先住民族の文化や権利に対する理解も深まっているのだ。カナダは雄大な自然と多様な人々が共存する魅力あふれる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。カナダのストライキでフライト欠航？思っている以上に権利があるかもという記事なのだ。カナダのストライキでフライトがキャンセルされて困っているみんなに大事な情報なのだ。カナダの航空旅客保護規定 APPR では労働争議でフライトがキャンセルされた場合、返金か再予約を選べるのだ。カナダは他の航空会社の便を自分で手配した場合でも払い戻しに応じてくれるのだ。もし48時間以内に再予約できない場合は、他の航空会社や近くの空港の代替便も探してくれる義務があるのだ。でも、APPR ではストライキによるホテル代などの追加費用や保証は義務ではないのだ。ところが、もしイギリスや EU の国から出発する便がキャンセルされたなら、もっと手厚い権利があるのだ。EU の規則だと、航空会社自身のストライキが原因でも、最大600ユーロもの保証を請求できる場合があるのだ。追加費用も保証の対象になることがあるのだ。航空会社自身のストライキでは保証義務が免除されないのが EU 規則のポイントなのだ。カナダの航空業界は競争が少なくて、政府が提案した新しい旅客保護規則もまだ施行されていないから困る人が多いのが現状なのだ。この新規則が施行されれば、ストライキ時のホテル代も保証対象になる予定なのだ。もし権利が守られないと感じたら、カナダ運輸庁に苦情を申し立てられるけど、処理に時間がかかることもあるのだ。自分のフライトがどこから出発したか確認して、しっかりと権利を主張するのだ。二つ目のニュースなのだ。抵抗行為はいかにして労働者の権利の勝利となったかという記事なのだ。カナダの客室乗務員たちが政府の労働法セクション107による強制復職命令を拒否してストライキを続けたのだ。この勇気ある行動が労働者の権利を守る大きな勝利につながったのだ。客室乗務員たちは命令に逆らい、労
のリーダーは逮捕されても構わないと強い意志を示したのだ。この揺るぎない姿勢にカナダは交渉の席に戻るしかなくなったのだ。そしてついに暫定合意に達したのだ。この合意には給与の大幅な引き上げだけでなく、これまで支払われなかった搭乗中の地上業務に対する給与も含まれているのだ。これは客室乗務員たちにとって本当に大きな前進なのだ。労働組合はカナダが政府の介入を期待していたと考えていたのだ。過去には政府がこのセクション107を何度も使って強制的にストライキを終わらせてきたからなのだ。でも今回は違ったのだ。労働者たちが命令を無視してストを続けたことで、雇用主が政府の介入に頼れるという考えは通用しなくなったのだ。特に地上での未払い労働という問題が多くの人々の共感を呼び、この一件はカナダの労働者の権利と団体交渉の重要性を改めて示す画期的な出来事となったのだ。3つ目のニュースなのだ。カナダの暫定合意、賃上げと最低60分の地上手当を盛り込むという記事なのだ。カナダ産と客室乗務員さんの間で長引いていたストライキを終わらせるための暫定合意が成立したのだ。カナダ公共労働組合カップイさんが発表したのだ。この合意では客室乗務員さんの給料がすぐにアップするのだ。勤続5年未満の人は 12%、それ以上の人は 8% も上がるのだ。さらにこれから数年間も段階的に給料が上がっていく予定なのだ。そして一番大きなポイントは地上勤務手当が導入されることなのだ。これまでは飛行機が地上にいる間の準備作業などが無給だったけど、これからは飛行前の60分間について時給の 50% が支払われるようになるのだ。これは客室乗務員さんにとってすごく大きな勝利で、他の航空業界にも良い影響を与える画期的なことなのだ。今回のストライキでたくさんのフライトがキャンセルされちゃったけど、これから徐々に運航が再開されるのだ。でも完全に元通りになるには1週間以上かかるかもしれないから、旅行する人は少し待ってほしいのだ。カナダの首相さんもこの合意をとても喜んでいるのだ。最後にこの暫定合意はまだ客室乗務員さんたちの投票で正式に承認される必要があるのだ。もし反対されたらまた交渉が始まってしまう可能性もあるのだ。カナダは雄大な自然と多様な人々が共存する魅力あふれる国なのだ。今回のエアカナダのニュースは、労働者が粘り強く声を上げたことで権利を勝ち取った画期的な出来事だったのだ。私たちも自分の権利をしっかり理解し、必要なら主張することの大切さを改めて学んだのだ。カナダのこれからの発展にも注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。